やっぱりバグプレイは楽しいもんだな、レイム。特にこの壁抜けアイテムは実に便利なものだぜ。こんな簡単に壁抜けができるなんてな。行動範囲が格段に広がるしね。金策にもなるし、バグプレイヤーにとっては必需品ね。あ、そうだ。こっちの草むらにはミュウが出るとか聞いたことあるぜ。気になったら即実行するのが本物のバグプレイヤー。行くぜ。あ、そっちは。あれ？バカね、マップの端に行ったらフリーズするに決まってるじゃない。外側には永遠の草むらが広がってると思ってたのに。そっちに行くなら時はからぐるっと回ってくるのがセオリーよ。言っとくけどミュウは出ないからね。へえ、時はからなら行けるのか。てかミュウは嘘だったのかよ。でもなんで時はから行けるのに直接行くことはできないんだ？直接行けた方が早いのに、不便だぜ。それはマップの端に AT フィールドが設置されているからよ。AT フィールド？マサラならこんな風に置かれているわね。反対側も同じように置かれているわ。何のために？邪魔じゃん。明らかにバグプレイヤーに対する嫌がらせみたいな置かれ方じゃん。マサラだけじゃなく、ほとんどのマップで存在するわ。特に室内マップは四方まんべんなく置かれているの。ますます嫌がらせとしか思えないんだけど。もちろんちゃんと意味があって置かれているものよ。それ、気になるぜ。というわけで今回は AT フィールドについて詳しく解説していきたいと思います。すべてのバグプレイヤーを苦しめてきた残酷非道な罠に鉄槌を。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず AT フィールドの概要だけど、これはさっきの通り、ほとんどのマップに存在して、マップの端に置いてある。踏むと主人公は爆散、最悪ファイルのデータが壊れるわ。ほとんどのマップ、と言ったか？中には AT フィールドの存在しないマップもあるわ。と言っても花田シティと山吹シティの2つだけだけどね。2つしかないのか。この2つのマップの共通点は何かわかるかしら？どっちも主要都市だよな。まあそうなんだけどね、もっとマップの位置づけ的な問題で。四方すべてに隣り合うマップがあることだよ。ああ、言われてみれば。だから AT フィールドが存在しないの。よく考えたら当然の話か。隣のマップに行きたいのに AT フィールドが置かれてたりしたら、マップ通るたびに爆散しまくりなわけだしな。そうね。つまり隣り合うマップがあれば AT フィールドが存在しないということ。例えばマサラなら、上には1番道路、下には21番水道があるけど、左右には何のマップもないから AT フィールドが置かれてるって感じ。なるほどな。あ、もしかして屋内マップが AT フィールドに囲まれてるのって、隣り合うマップがないからなのか？その通りね。屋内マップでは必ずドアや階段を挟んでの移動になってるでしょ。確かにそうだな。で、AT フィールドの正体は一体何なんだよ。あんな置かれ方されてたら嫌がらせにしか見えないぜ。じゃあそろそろ AT フィールドの正体について話そうか。AT フィールド、それはつまり、内部番号255のマップとの境界よ。ほう？一体どういうこと？まずマップの内部番号というのは、それぞれのマップに付けられている番号のことで、マサラなら0、トキワなら1、って風に順番に付けられてます。これを前提として覚えておいてね。で、その内部番号255のマップがなんだって？じゃあ聞くけど、AT フィールドが置かれていないところには何がある？何があるって、そりゃ別のマップがあるよな。そうね、例えばマサラの上に行くと1番道路に出るけど、これはマサラと1番道路の境界を踏むことでマップが切り替わるわけ。イメージとしてはこんな感じ。マサラと1番道路は隣り合っているけど、上が1番道路で、下がマサラ、って風に領域があるわけじゃなくて、実際にはこんな風にマサラの境界が伸びていて、この境界を踏むことによって1番道路に切り替わっているの。つまり境界を踏まなければしばらくマサラが続くわけね。へえ、マサラの隣にはマサラがあったのか。マサラに限らず、トキワでも花田でもシオンでも、同じ仕組みでマップの切り替えが行われているわ。境界さえ踏まなければ同じマップが繰り返されることもね。AT フィールドを無効化するプログラムを組んだから、これを実行してみてみよう。そんなことできんのか。右の境界と下の境界は動かせるのよ。右手側をご覧ください。エレベーターが見えますね。おお、本当に繰り返されてる。二つ目も、本当だ。この先も永遠に繰り返されるのか？境界を踏まない限りは永遠に続くわね。レクイエムじゃん。ちょっとずつ上にずれていくのはなんでなの？これはタイルの並べ方の問題ね。左上のタイルを0番目のタイルとしてみると、右に進むにつれてプラス1ずつしていくように並べられているわ。縦はマップの横の長さに応じて加減して並べられてるの。エレベーターの場合は下に行くとプラス8されるようにできてるわ。ってなわけでこんな風に並べられてるのよ。8、9、16、17をエレベーターとしておくと、同じ並びが右にも見えるわよね。あ、ほんとだ。しかも上にずれてるな。こうなってるからちょっとずつ上にずれていくってわけ。ちょっと脱線したから話を元に戻すわね。じゃあ境界を踏んだとして、もしそのマップがバグマップだったらどうなるかしら？そりゃ境界を踏んだ時点でバグマップに飛ぶよな。着いた瞬間にフリーズするタイプのバグマップだったら？それなら境界を踏んだ瞬間にフリーズ。って、
それまるっきり AT フィールド踏んだ時の挙動じゃないですか。気づいたわね。つまり AT フィールドはバグマップとの境界。正しくは内部番号255のマップとの境界ってわけ。じゃあ内部番号255のマップはついた瞬間フリーズするタイプのマップってことか？そういうことね。で、さっき見せた通り、境界は上下左右すべての方向に置いてあります。要はこの境界がすべて内部番号255のマップのものなら、全部 AT フィールドになり得るってこと。へえ、じゃあマップの移動があるときは必ず AT フィールドを踏んでいたんだな。安全なマップかそうじゃないかってだけの違いか。そういうことね。じゃあ AT フィールドを生み出す実験をしてみようか。例えばマサラの上に AT フィールドを作りたい場合、どうしたらいい？マサラの上にある境界を、内部番号255のマップのものにすればいいよな。その通りね。早速試してみようか。上の境界のマップを保存しているアドレスが D2F0 なので、これにバイナリエディタで FF を入れて、上の境界のマップを内部番号255のマップに変えます。すると、ご覧の通り爆散します。こんな風に簡単に AT フィールドを作ることが可能です。境界に何のマップが保存されているかが大事なんだな。あ、もしかして逆に AT フィールドを中和することもできるんじゃないか？できるわよ。おお、それみたいぜ。今度はバイナリエディタなんかなくてもできる簡単なやつね。まずは壁抜けアイテムを使って1マスめり込んでおきます。あ、それと下準備として道具欄を拡張しておく必要があります。13番目セレクトとかドライアンダーフローとか使って適当に拡張しといてください。したらば56番目まで掘り進めていきます。プレイ画面では秘伝マシン4が56番目ですね。56番目の個数が右の境界のマップ番号に対応しているので、適当に変化させときます。いざ中和。おお、爆散しない。何やらカビのついた幼女がいますが、中和に成功しました。ここどこ？さっき入れ替えた虫除けスプレーが71個だったから、それと同じ内部番号のマップになるわ。花田と口場をつなぐ地下通路の北側の入り口だね。なるほどな、そんな AT フィールドの活用方法があったとは。RTA かなんかで使えないかな。道具欄拡張と壁抜けが必須だから実用はちょっと厳しいかもね。残念。まあどこかしらドアが上位互換だからできてもしょうがないけど。それと補足だけど、AT フィールドは必ず長方形に置かれているわ。具体的には、マップの横の長さ足す2×マップの縦の長さ足す2。ってな大きさになってるわ。まあマップの大きさに合わせてるんだし、当然っちゃ当然だな。例えば渡るの部屋はいびつに曲がってるけど、それに沿って AT フィールドが展開されることはないってことね。そこまでされてたら確信犯だろ。あ、そうだ、そういやなんで内部番号255のマップを置くんだ？そんな危険なものを置くぐらいなら放っておいた方がいいんじゃないのか。ごもっともな意見だね。でも、置かなかったらどうなるかな。安全になるだけだろ。そんな単純な話じゃないわよ。もし置かなかったら、前のマップのものが残るでしょって話。は？どういうことだ？例えば最初にビにいたとするでしょ。2尾の右隣のマップには3番道路があるじゃない。要は2尾の右の境界には3番道路のマップが置かれているわけ。そのままマサラに空を飛ぶで移動したとして、マサラの右には何のマップもないから、右の境界はどうなるの？ 3 番道路がそのまま残ってるだろうな。マサラには本来右に何もないんだから、それだと困るじゃない。だから内部番号255のマップを入れておくのよ。でも内部番号255のマップはフリーズするって分かってんだろ？フリーズの危険より優先するものって何なんだ？制作者の都合も考えてごらんなさいよ。デバッグなんてしてる時にマサラの右に3番道路なんて見つけたらどう思うかしら。困るでしょうね。だからあらかじめ255は空白のマップなんだと定義して、何もないところには255が置いてあると考えた方が楽だったんでしょ。ちなみに0じゃないのは0の内部番号がマサラに割り当てられているからね。制作者の都合なんだ。知らんけど、適当なこと言うな。まあ初期化云々のこと考えたら当然そうするわよね。初期化はプログラムの基本らしいから。なおセレクトバグ。言うな。ところですっごく今更な質問なんだけどさ。はいどうぞ。なんで内部番号255のマップは入った瞬間フリーズするんだ？よくぞ聞いてくれたわね。食い気味、聞かなきゃよかった。まずマップには6つの要素が存在します。マップの種類、縦横の長さ、マップデータ、イベントテーブル、マップスクリプト、隣り合ったマップ。この6つです。すげえ、半分もわからん。一つずつ説明していくわね。まずマップの種類、これは読んで字のごとくです。野外だとか、洞窟だとか、ポケセンだとか、そういうことを判別するためにこの値が付けられています。例えば野外なら空を飛ぶが使えるとか、屋内では自転車が使えないとか、そんなことがここで分岐されてたりしなかったり、他にもタイルだかスプライトだかのドットもこの値で管理されています。ちなみに最大値が23で、番号255のマップは240です。文字通り桁違い。次にマップの縦、横の長さだけど、これは説明するまでもなく、マップの大きさを決めるものです。マップに使えるデータは1300バイトなので、5200マス分まで保存ができます。
なんで1300バイトなのに5200になるんだ？マップのデータは4マスを1バイトで保存しているからね。4マスごとに区切ったブロックをたくさん用意して、それを組み合わせることによってマップを作っています。なんでそんな面倒なことをするんだ？例によって容量の削減でしょうね。単純にマップのデータが4分の1で済むわけだし。そんな工夫があったのか。ただし5200マス分全部マップに使えるわけじゃなくて、周りの黒い部分や草むらを含めて5200マス分なので、実際にマップとして使えるのはもうちょっと少ないです。正確には 54×72 の3888マスが限界かな。内部番号255の場合は、368×490 の18万、320マスね。ひどすぎん。次にマップデータ。これにはマップデータの場所が保存されていて、ここに書いてある場所からマップデータを引っ張り出してきます。道具の36番目の個数と37番目の種類とリンクしているので、ここをいじるとマップがめちゃくちゃになります。ちょっと遊んでみようか。道具欄を拡張して道具の36番目まで掘り進めます。マサラ自宅の場合モンスターボールが置いてあるはずです。これを適当な数捨てましょう。捨てる量が多ければ多いほどズレが出ます。今回は8個ぐらいで我慢しておきます。特に変化しているようには見えないけど。一旦レポート書いてリセット。続きから始めます。すると、うわ、なんかテレビが前に来てる。奥は完全にバグ部屋だな。こんな風にマップを破壊することができます。これやると出入り口が消失して出られなくなる上レポートもしちゃってるので、良い子は真似しないでね。内部番号255のマップの場合はわけわからんとこを読み込んでマップを作ります。そんなんで大丈夫なの？さあ、そんなことは一旦置いといて、お次はイベントテーブル。これは看板や NPC などに話しかけるときに発生するイベントを管理する場所です。道具の37番目の個数と38番目の道具の種類にリンクしているので、いじって遊んだことがある人も多いはず。ああ、セリフがずれちゃうやつだな。これを利用して NPC に好きなセリフを喋ってもらう、なんてことも。255のマップは相変わらずおかしなところを示しています。いい加減にしろ。次にマップスクリプトですが、これは見てもらった方が断然早いですね。これはマップスクリプト。これもマップスクリプト。こういうのもマップスクリプトで動いてるわ。わかるだろ？わかんねえぞ。共通点を探してごらん。まあなんというか、特定のマスを踏んだら発生するイベント、みたいな。まあそんなところね。この特定のマスを踏んだ瞬間に発生という仕組みは、常時そのマスが踏まれているか監視しないと実現できないわよね。じゃなきゃタイミングがずれそうだもんな。主人公の索敵や連行系のやつは大体マップスクリプトを利用しています。前にフィフス4の解説の時に状態ゼロがなんたらとか言ってたじゃない。ああ、そんなのあったな。あれがまさにそうで、状態ゼロの時に0番のマップスクリプトを実行中、みたいな。何言ってんの？ここに関してはアリスさんがワンダーランドシーカーで詳しく解説なされているので、よければ概要欄からそちらもご熟読ください。一押しの記事なのでぜひ。とにかく、常時実行が必要なプログラムが保存されてるって感じね。任意コード実行にも利用できるわよ。内部番号255のマップの場合は案の定めちゃくちゃです。ここがめちゃくちゃなのはやばくないか？めちゃくちゃなプログラムを毎回実行することになるぞ。いい感してるね。でもまあそれも一旦置いておきます。お次は隣り合ったマップです。上下左右に隣り合ったマップがあるかどうかをここで決めたりしてます。二進数で見たときに、下の4桁を使って判断します。ビット0は上、1は下、2は左、3は右をそれぞれ示しています。ビットが立っているときはその方向にマップがあり、立ってなければ何もないって感じ。ビットが立ってる場合色々処理があって、ない場合は AT フィールドを置いてるわ。内部番号255のマップの場合は A6 が入ってるので、二進数にするとこうで、ビット2と1が立ってるので下と左に何かしらのマップが隣り合っていることになります。で、それが何なの？いや、それだけだよ。は？じゃあ何のために紹介したんだよ。実はね、この6つの中にフリーズする原因となるものがあるのよ。まあ驚きはしないけどな、全部めちゃくちゃだったし。というわけでクイズ。この6つの中でどれがフリーズの原因になっているでしょうか？視聴者のみんなも考えてね。私の中ではもう答えは決まってたぜ。ほう、言ってみ。ズバリマップスクリプト。どう考えてもめちゃくちゃなプログラムの実行は危険でしょ。任意コード実行に使えるってのもあってなんかヤバそうだし。なるほど。ミーハーなマリサはそれ選ぶと思ったわ。なんだと？危ないのは確実だろうが。さあ視聴者の皆さんはどうかな。というわけで時間切れ。正解は、縦横の長さ。は？ちょっとばかりでかいってだけだろ。いや、バカにならない大きさだよ。しかしただでかいってだけでフリーズするのは納得いかないぜ。前にもあったでしょ、同じようなフリーズが。これ、欠番？そうよ、欠番の姿があまりにも大きすぎるって話をしたわよね。確かにグラフィックがでかくてフリーズしてるんだったな。でも、でかいからなんだっけ？詳細はこちらの動画で解説したから省くけど、
ポケモンの中には絶対に書き換えてはいけないメモリがあるんだよ。欠番のグラフィックがあまりにも大きすぎるから、そのメモリまでやすやすと届いちゃうわけ。だからフリーズを起こすのよ。それのマップバージョンが起こっているわけか。そういうことね。しかしポケモンも結構やわなもんだな。ちょっと大きいデータ入れるだけですぐフリーズしちゃうんだからさ。マリサ、さっきから勘違いしているようだけど、ちょっと、ではないわよ。45080バイトよ。44キロバイトよ。欠番の時はその触れちゃいけないメモリの上からデータをコピーしてたけど、今回の場合はそのメモリの下から。つまり、メモリを一周回ってここまで書き換わっているの。でかすぎない？だからそう言っているじゃない。さすがにこれはフリーズするよな。納得してくれたかしら。だから無防備に AT フィールドに突っ込むのはやめましょうねって話。わかったぜ。もしかして AT フィールドに突っ込むことによって、ファイルのデータが壊れたりするのか？当然よ。冒頭にそう言ったでしょ。そういえば、前にファイルのデータ破損についてアンケートを取ったんだけど、セレクトバグで壊した人、バグアイテムに触れた人、バイナリエディタで壊した人、物理的に壊した人、いろんな壊し方を見たんだけど、中には AT フィールドに突っ込んで壊した人も7件ぐらい見かけたわ。各言う私も AT フィールドで壊したことがあります。あ、ダメなやつだこれ。単純な疑問なんだけどさ、どういう仕組みでファイルのデータは壊れるんだ？同じ手順でも壊れる時と壊れない時があるじゃん。あの違いは何？まずセーブデータにはチェックサムという鍵みたいなものがあってね。これを見てセーブデータが壊れているかどうか判断しているわ。チェックサム？なんだそりゃ。例えばセーブデータに3、6、5と数値が保存されていたとするじゃない。これを全部足すと14よね。この14という数字を保存しておきます。セーブデータをロードするときにまた3、6、5を足して、さっき保存した値と同じになればセーブデータをロードできるって仕組み。逆にバグによって3が100になったら、セーブデータの合計は111で保存した値と合わなくなるわね。合わなくなるとファイルのデータが壊れるというわけよ。そんな仕組みがあるのか。でもね、このセーブデータの領域っていうのは、大事なデータが保存されているから、簡単には開かないように工夫されているの。だからちょっとやそっとのバグではファイルのデータを壊すことはできません。本当ならね。なんだその含みのある言い方。ついでに、セーブデータにはバンクという概念があってね。セーブデータの塊みたいなもんなんだけど、ポケモンにはそのバンクが4つ用意されています。それぞれ保存されるセーブデータが違います。一度にゲームボーイに読み込めるセーブデータはバンク1つ分なので、必要な時に必要なバンクを読み込んでるわ。主人公の名前や手持ちのポケモンが保存されているのはバンク1で、チェックサムで検問するのはバンク1だけ。じゃあ他のセーブデータはどう荒らしてもいいと。そうね、バンク1だけ守れれば問題ないわ。割と甘めの設計だな。そりゃどうだか。で、ただフリーズといっても色々あって、大きく分けて3種類ぐらいあるの。まずループ系。何回やっても処理が終わらずループから抜け出せなくなるフリーズね。ソフトロックみたいなものかしら。代表例として玉虫や山吹きに行ってない状態で、13番目セレクトを起こすとこのフリーズが起こるわ。画面が映ったまま音楽が流れているので、一見してフリーズしていないように見えるのが特徴。お次に LCDC 系。これは欠番フリーズの動画で詳しく解説したから割愛するけど、画面表示を切られることによって起こるフリーズ。野外で欠番召喚して戦闘離脱すると簡単に起こせるわ。画面が真っ白になるのと、音楽が止まるのが特徴。最後に未定義コード系。ゲームボーイに使われるプログラムには未定義な命令があってだね。これを踏むと確定でフリーズを起こします。画面が映ったまま音楽が止まるのが特徴。メジャーなフリーズで、結構頻繁に起こるわね。で、それぞれの危険度はこんな感じ。ループ系はソフトロックっていうだけあって安全なんだな。LCDC は危険なのか？どっちかというとゲームボーイ本体が危険。むやみに LCDC を折ると画面に焼き付きが起こって、線が残ったりすることもあるらしいからね。へえ、物理的に危ない感じなんだな。で、意外にも未定義コードは安全なのか。ただ踏んだらフリーズするってだけだからね。それじゃ AT フィールドはどれに当たるんだ？未定義コード系よ。一番安全ってこと？実際ファイルのデータが壊れたこともあるのに？これが面白いところね。実はフリーズの直接的原因はそんなに危険じゃないのよ。副産物みたいなものね。むしろすぐにでも踏んだ方がいいわ。問題は未定義コードにどうやってたどり着いたかってことね。どういうこと？内部番号255のマップは破壊の神。膨大な大きさのマップデータであらゆるメモリを上書きしてしまうわ。もちろん、セーブデータの領域も含めてね。でもセーブデータは簡単に書き換わらないように保護されてるんだったよな。普段はね、レポートを書くときやロードするときにはセーブデータが開かれるわ。加えて、ポケモンのグラフィックを書くときもね。グラフィックを書くのにセーブデータが必要なのか？ポケモンのグラフィックは圧縮して保存されているから、解凍して書き出すときには結構大きめな場所が必要なのよ。セーブデータの領域はそれなりの大きさがあるから、都合よく使われてるってわけ。グラフィックに使われるバンクは0、殿堂入りデータと同じところね。で、
普通ならセーブデータの領域は使い終わったら閉じとくんだけど、なんとグラフィックを書き換えた後は閉じていないのよ。何それ？じゃあグラフィックを書き換えた後は無防備な状態ってこと？そうね、極めて危険な状態だわ。例えばポケモンの強さを見た時とか、図鑑を見た時とか、戦闘中やその後などなど、ポケモンのグラフィックが画面に出たら、セーブデータが開いていると思っていた方がいいと思うわ。こうなるとフリーズの仕方なんか関係なく、危険度爆上がり。この状態で AT フィールドに突っ込んだりしたら、少なくとも同じバンクにある殿堂入りデータは壊れるわね。ポケモンの強さを見るってだけで危険行為になるのか。もうむやみに見れないぜ。どうにかしてセーブデータを閉じることはできないのか？レポートを書いたり、ボックスを切り替えたりすれば大丈夫よ。確実にセーブデータが閉じるわ。バグ前のレポートってセーブデータを守る意味合いでも重要なんだな。肝に銘じておくぜ。でもチェックサムしてるのはバンク1だけなんだよな。だったらバンク0がどうなっても正直どうでもよくないか？ところがどっこい、そうはいかんのです。なぜならバンクの切り替えは簡単に行えるから。そうなの？セーブデータが開かれたらもうおしまいだぐらいに思っていた方がいいわよ。なんかますます不安になってきたぜ。話を戻すわね。なんでこれが未定義コード系のフリーズなのかというと、書き換えてはいけないメモリを書き換えてしまうからね。欠番フリーズで説明してたやつな。さっきもちょっと触れたけど、255のマップデータはここに及びます。で、めちゃくちゃ詳細は省くけど、ここに不正な値が入ると、なんやかんやあって不正なプログラムが実行されるの。その中には未定義のコードがあったりして、それを実行したりして、最終的には未定義コードのフリーズに落ち着くってわけ。未定義コードを踏んだ時点でプログラムも止まるから、それ以上メモリの書き換えも起こらなくなるわ。じゃあその未定義コードにたどり着くまで、どれだけメモリを上書きしてきたかっていうのが生命線になるな。そうね。多ければ多いほど死に近づくし、少なければ生き残る。そんな掛け合いがゲームボーイの中で起こっているのよ。だから早い段階で未定義コードを踏んだ方が安全ってことか。どうやったら早い段階で未定義コードを踏めるんだ？それはもうここに来て運かよ。書き換えてはいけないメモリに何が入ったかがポイントかな。仮に書き換えた値も正規だった場合、未定義のコードが遠のいてさらに危険になるわね。サクッと不正な値が入ってくれればセーフってことか。そうね。どれだけマップが侵食しているのか見抜く方法とかないのか？そんなん画面見れば一発よ。タイル一つ一つがぐちゃぐちゃになってたらかなり侵食が進んでる証拠。保険の教科書のタバコで汚染された灰みたいな構図草。逆に主人公の爆散だけで済んでいた場合は、未定義のコードが侵食を食い止めてくれているはず。アンケートで、グラフィックぐちゃぐちゃ系は高確率でデータ飛ぶ気がします。と、ガナヒビさんから回答をいただきましたが、これが的を射ています。とにかくグラフィックがおかしくなったらすぐに電源を切りましょう。間に合うかは別として。やっぱデータ破損は運も絡むんだな。ファイルのデータ破損占いとかバグ界隈で流行ってそう。リスク高すぎんだろ。流行んないでしょ。壊れたら大吉。そっちな。さて、AT フィールドについて理解してもらえたかな？なかなか恐ろしいものなんだな。壁抜けアイテムを使うときは注意するぜ。バグで遊んでるとたまに AT フィールドの位置がずれることがあるので、それにも十分気をつけて遊んでほしいわ。とにかく画面がおかしくなったらすぐに電源を切ること。バグで遊ぶ前にレポートを書いてセーブデータを閉じることも大切だな。あと絶対バグ前に強さは見ない。これ大事。もしデータが壊れたらこれを見て直しましょう。それはそうと、アンケートに答えてくださった皆様、ありがとうございました。なんやかんや回答者の3分の1は壊してて安心しました。セーブデータは大切にしましょう。あと今だから白状しますが、バイナリエディタ導入の動画の、各種修正コードは最後にセーブデータ領域を閉じてません。バグ解説者としてどうなのそれ。コード調的にちょっとね。使った後はレポートかボックス切り替えお願いします。中にはバイナリエディタ導入中にファイル壊したって人もいて胸が苦しくなったわ。被害者出てるじゃん。反省してます。ごめんなさい。これからやろうとしている人はこまめにレポートをよろしくお願いします。それともう一つ、皆さんにご報告が、今回の動画をもちまして、しばらく YouTube での活動をお休みさせていただきます。ちょっとリアルが忙しくて、少なくとも半年は浮上できないと思います。もちろん初代ポケモンから手を引くわけではないのでご安心を。寂しくなりますが、仲良しバッジから手を離さないようお願いします。いない間にバイナリエディタでも導入しておいてくださいね。それでは、ここまでのお相手はアイスでした。チャンネル登録と高評価よろしくだぜ。